あんまり気の利いたこと言えないと思うんですけどあっという間の25年っていうのが率直な感想で、でもこう作品とか見返すとなんかもうね、ファントムブラッドあたりはなんか他人の作品のような感じがするんですよね。うん、そういうのが率直な感想で、だからこう読んでて冷静に読めるっていうか、うん、なんかファンみたいな感じで読めます。あんまりないですけどやはりこういうゲームになったりする時はちょっと見たりとかしたりすると、ああこんなこと書いてたのかとか、スタンドとかっていうのが出てきた時にはもうなんか忘れてたりするんですよね、キャラクターが。ちょっと「なんとか」って言われてドイツだっけ?」みたいな。で見返して「ああいた」みたいな、そういうなんか、読者の方がよく知ってるみたいな感じになってますけど。まあ、81年のお正月みたいな感じにデビューさせてもらったんですけど、それってなんかねこう自分の中ではこう曖昧な感じだったんですよね。なんか漫画家としてこうイメージができてないっていうんですかね。どんな漫画家になろうっていうのがねこうはっきりとなんか漠然としてたっていうかで、たまたまなんか手塚賞で入選させてもらったって感じなんですよね。なんか自分でこう賞を奪い取ったって感じじゃないんですよね。だからそっから修行が始まったって感じなんですよ。で他のジャンプの作家さんとか見てるとこう圧倒的に個性とかがすごいあってて、で自分はどんな絵描いたらいいんだろうなとかどんな作品描いたらいいんだろうなってその過ごしてたのがジョジョまでなんですね。ジョジョでプロになったのかなっていう感じが自分であるんですよね。なんかこう開けた感じがするんですよ、目の前が。当時映画とかやっぱり好きなんで、シルベスター・スタローンとかアーノルド・シュワルツェネガーとかっていうのがこうちょっと流行ってたんですね。でそれって肉体的なキャラクターなんですよ。でその肉体がもうムキムキで一番強い人間って何だろうなとか、そういうふうになんか子供的にこの世で最強の人間っていうのはどういう人なんだろうなっていうのをこう考えた時に始まったのがそのジョジョっていう。でその不老不死だとか命を追求したりだとか、あと正義だとか、なんかこう人間がなんだろう根源的に追求していくもの、そういうのをテーマに書こうっていうので始まったのがそのジョジョの第一部っていうんですかね。その不老不死とか肉体バキバキでどこまで強くなれるんだとか、そういうのを追ってったっていう感じですね。それであとはイタリア旅行がちょっと前とか2年ぐらい前にあって、その時にそのイタリアの美術っていうのがなんかその人間の美しさみたいなのをこう追求してんですよ。まあ皆さんご存知かもしれないですけど、でそれをこう本物で見た時になんかここに行こうみたいな。でそこで開けたって感じの作品なんですよね。あれこれ言っていいんですかね。ちょっと打ち合わせしてる場所がファミレスなんですよ。で深夜とかに打ち合わせしてるじゃないですか。でそれで言っていいんですかね。ジョナサンで打ち合わせしたんですよ。近所にあるんですけど、あったっつうか、でまあジョナサンなんとかにしようみたいな感じででスティーブン・スピルバーグとかってこう S と S でこうなったりするじゃないですか。ああいうこう韻を踏むじゃないけど、でジョナサンだったらまあ G でいくから、じゃあジョースターとかにしようかなみたいな。でもねあれは超少年漫画では冒険で外人の主人公は絶対タブーだったんですよ。なんかそういう時代だったんですよね。かなり冒険だから当時の担当さんには本当感謝してます本当すごいこう自信満々で傲慢なんですね。それでまあ自分は神を目指してるっていう感じですよね。やっぱり世界の頂点でまあイタリア語とかにこうディオっていう、まあ、神様みたいなのを示す言葉があって、それとあとヘビメタの
ディオでヘビメタ好きなんでロックが好きなんで、そういうのでかけてそういうキャラクター作ってったって感じですかね。で、白と黒の対決とか正義と悪とか、そう象徴的に作ってったキャラクターなんですよね。第一部を書き始めた時っていうのは先祖から行くっていう、なんだろうな、エデンの東とかね、ああいうのがちょっと好きだったんですよ。あとテレビでやってたルーツとか、主人公が変わるんだけどこうなんか続いてるんですよ。アメリカのそういうなんか大河ドラマみたいな、大河小説みたいなのがあって、で現代にとにかく行こうっていうので、ちょっとなんかジャンプ的じゃないなとか思ったんですけど、なんかそういう誰も書いてないところを行くのもいいのかなと思って始めたっていうんですか。それであと僕はすごく尊敬してるのに「バビル2世」っていう漫画があって、もう横山光輝先生の作品なんですけど、それっていうのはこうルールのもとに戦っていくんですよ。もうなんかルールがあるんですよ。だからジョジョのストーリー上のあれもルールが欲しかったんですね。で波紋っていうのはそういうものっていうんですか。で超能力ってこう目に見えないじゃないですか。こうって念じるとバンと割れたりとかってこう見えないっていうか、だけどこう漫画なんだから絶対絵にできるはずだと思って、読者にとにかく分かりやすいようにどういう超能力なんだろうっていうので作ったのがそういうなんか波紋っていうんですかね。でこう波紋が広がるように、なんかこう徐々に広がるようにみたいなダジャレではないですけどそういう感じですね。ジョナサンはかなりなんか今見ると本当いい子すぎるなみたいなね。今書くとしたらね、もっとジョナサンの心の弱いところとかね、なんかそういうところも書いてったんだろうけど、そういう感じになってますね。そうですね。あとあの時にもちょっとねやってはならないのは手はっていうのが、主人公を死なせるっていうのもちょっと一つの禁じ手だったんですけど、それをこうちょっと踏まえるかどうかの決断がまずあって、で主人公を殺そうみたいな話になって打ち合わせでなって、そうした時にやっぱキャラクターがガラッと変えようっていうかで、一部で描かれてない部分を二部でやって二部で描かれない部分を三部でやるっていうふうにそういうふうにこう考えてたんですね。で三部まではあったんです、ストーリーはね。そういう感じなんで完全に一部のジョナサンとは違うっていう意味でジョセフを作ってたんですけど、でも肉体派っていうのところは変わんないと思うんですよね。一旦死んでね、なんかね復活してくるところがねとにかくね書きたかったんですよ。だったらちょっと間がねやっぱないとねまずいんですよね。やっぱり波紋っていうのもこう絵にしようとしていったんですけど、絵にしようとしたものなんですけど、スタンドっていうのもその超能力を絵にしようとしたんですけど、なんだろうな、とにかくなんかこっからパンチが打ち合わせした時の出来方っていうのはね、次のどういう編集者とやってて、次はどういうあれなん波紋とかもう使えないよって言われたの。じゃあこっからパンチが出てきて割るんですよって言ったらなんか理解してくんないんですよ。なんだそれみたいな。だからなんつうんだろうなみたいな。なんか守護霊みたいなのがいてですね、こう出てきて割るんですよ。それが新しい能力なんですっていう感じで、最初ね本当ね誰も理解してくんないの。とにかくそれやるとなんかいろいろキャラクター描けると思うんですよっていうふうに緑色のパンチもあれば、あとなんかトゲトゲしいものも出てきて絡ましたりもできるし、なんか波紋とは違っていろんなバリエーションができると思うんですよっていうことで
始まったのがスタンドで、第1回目読んだ人はね本当何が何だか分かんなかったんじゃないかなと思うんですよね。どうやって説明しようかっていう、そういうところがスタンドにはちょっとあって、でもなんかキャラクターがいっぱいあるからなんか無限に描けるなと思ったんですよね。いくらでもこれアイデア出るよと思って、なんかねこう、なんか金庫を掘り当てたみたいなね、誰も金だって言わないけど、おこれ見つかった掘ったよみたいな、そういう感じでしたけど、あれはその第3部っていうのはこう一種のこうロールプレイングゲームの形を取ったストーリーなんですね。なんかすごろくゲームみたいにここ行こうここで戦っていくっていう80日間世界一周っていう小説あるんですけど、それの影響で作った話なんですね。そうすると敵っていうのは主人公丈太郎たちをこう攻撃してくるタイプなんですね、全部が。待ち伏せはしてるかもしんないけど、そうするとねアイディア出した時にここにずっと待ってるやつらがいるアイディアがあったんですよ。こう家の中でずっと潜んでてお客さんがやってきた時にこうなんか襲うみたいな雲的な性格を持ったアイディアっていうのが結構ゴロゴロってこうちょっと余ってて、でこの辺ちょっと使えるようにしようとしたのが、じゃあ町でそういうふうなのがいたらいいんじゃないかっていうことで、あとなんだろうな、いろんな事件があって、シリアル殺人の事件が当時ちょうど話題っていうか日本中に衝撃を与えてて、隣に住んでる人がもしかしたら殺人鬼かもしれないっていうような雰囲気もぴったりだし、で街にそういうスタンド使いがいっぱいいるように配置しようと、そういうので生まれたのが4部なんですね。だから3部のまたちょっと違った2部の違ったので3部で、3部の違ったのが4部っていう風にしたっていうのが、そのジョジョの作り方なんですよね。だけどこうなんだろう、架空の世界っていうか3部まで神話の世界だったんですね。だけどこう日常の隣の人を描くような感じになったので、すごいねジョウスケっていうキャラクターにはねすごいこうなんか親近感があって、僕はベストワンなんですよね。ジョウスケが一番好きなんですよ。すごく楽しかったんですよね。なんか友達みたいな感じ。丈太郎っていうのはなんかね憧れの人なんだよ。神話上のこうヒーローなんですよね。だけどジョウスケってこう友達かこう先輩のなんかそういう人なんだよね。そうですね。いや一応でもねこれなんかもうちょっと4部とか書けたらそういうところも行きたいですよね。結構複雑な心理状態が生まれるんじゃないですかね、愛人の子供だと。お父さんと久しぶりに会ったわけですからね。その辺とかも本当だったらちょっとグッと書きたいですけどね。機会があったら書きたいと思うんですよ本当に。4部はでもまだ終わってないですからね。本当続けようと思えばいくらでも続けられるんですよね。そうですね。もうねこれねとにかく第4部の段階でもう決闘ないですからここはちょっと苦し紛れなんですよね。でも一応血のつながりっていうかね、僕生い立ちっていうか生まれをものすごく重要視するんですよ。主人公たちのどういうふうなところで生まれたのかとか、お父さんとかお母さんはどういう人たちなのかっていうのがそれ知ってるとなんかすごい分かりやすいんですよね。書きやすいっていうんですか、そのためなんですけど、で血統っていうのはちょっとすごく大切っていうか、一応こじつけっぽいですけど第5部はそういうので始まったんですけどね。でなんだろう、で4部の時にねなんかお前はなんか悲しみをかけないって言われたんですよ、編集者に。なんか人生っていうのは悲しいもんじゃないか、なんかこう
生まれた時から悲しい人間っているじゃないみたいな、そういうのはいいよねみたいなね。で描けないのっつって「僕とちょっと違うタイプの作家なんじゃないですか」って最初言ってたんですけど、その黄金の風の時になんかこうそういうのを描きたかった描きたくなったんですよね急に。なんだろう、社会からこうつまはじきにされてて、なんかその悲しみがね、だけど正義の心は同じだみたいな、その辺こう涙しながら書いたのが黄金の風ですよね。なんだろう、あの当時やっぱりこう女のキャラクターがパンチ食らったりするっていうのはありえない時代だったんですよね。あとなんだろう、下手したらジョジョって腕とか飛びますからね。そういうのを女性のキャラクターには書けないような気がしたんですよ。読者も多分ついてこれないような感じだったんですけど、なんかいろいろこう人生を重ねていくと女の人も男の人も同じなんだろうなと思い始めて、この時に。でタフな女の子が描ける感じがしたんですよ。それで始めようと思ったのがストーンオーシャンで、これも刑務所に限定しようっていう感じで、だから最終的な敵っていうのはジョジョの前ものすごく強くないと許されないんですよ。ディオで時間止めちゃってるから、それ以上じゃないと読者納得しないっていう部分がちょっとすごいあって、その辺はなんか、バブルなストーリー状況になってて、でだから時間をどんどん早まってったらどうなんだろうなって考えたら、やっぱり一周するんだろうなっていうことですね。到達点っていうんですか。というか無限を考えると頭おかしくなってきますよね、何でも。不思議ですよねあれ。時間を考えるとやっぱりこう不思議になってくるっていうか、で不思議になってくるっていうのプラス、あと時間を操れる能力っていうのは最高なのかなと思いますよね。そうすると最高なやつ出てくるじゃないですか。そうするとどうやって倒すんだって思うんですよ。で書いてる僕の方もこれ負けるなみたいな、これは勝てないよって思うんですよね。だけどそこをどうするんだろうなっていう風な作り方なんですよね。だから第一部の時人間ってどういう一番強い人間ってなんだろうなって考えたのがいまだにこうそういうところはあるんですよね。なんかものすごいロマンがありますよね。なるほど。これね本当にねたまにあるんですけど、昔のキャラクター描けっていうのが一番辛いんですよね。なんだろうな、本当疲れるんですよ。まず昔のエッセンスを描きながら今のを融合していかないといけないっていう2つの作業があって、こういうパッケージの方は本当疲れて、で昔の絵描けませんよって断ってちゃんとこれ引っ掛けたことをちょっとお断りしておきますけど、なんだろうな、絵が変わるっていうのは例えばさっき80年代にムキムキが流行ってたっていうじゃないですか、言ったんですけども、それ90年代になるとそうでもないんですよ。もうそれなのにムキムキをやり続けるっていうのはちょっとおかしいっていうか、その時に部が変わった時に例えばジョルノ・ジョバーナなんかはかなりすごい補足したんですよね。ぐんと等身大にするために丈介あたりからもう本当等身大の人間にしようと、神話上の人間から等身大の人間にしようっていうことでその時に変わるんですよね。そういうことだと思うんですけど、あと絵が上手くなってるっていうのも昔下手だったっていうのもあるかもしれないですけどね。でも本当ね意識して昔のにはこだわんないっていうか、そういうふうに古典的な手法で描いてる絵なんで、
変わっても別にいいと思うんですけど、これ一応波紋っていうのをイメージまずして、注文がディオとジョナサンを対峙して石仮面を配置してくれっていうことなんですけど、石仮面をとにかく前に出そうとしたんですね。このゲームの象徴は石仮面、これマークみたいなもんですね。もうゲームのマークだから、後ろにこう抑えるためにちょっと水っていうか波紋の中に入れようっていうので書いたんですけど、で今までちょっと主人公が普通前にバンって出てきますよね、パッケージイラストって。ちょっとそれと逆にしたっていうか、はい。ポージングはやはりイタリア彫刻の影響なんですよ。なんかこうね、ねじってる感じがね、こういう感じ、いいなと思って絵にしたいなと思うんですよね。でその時にこう骨盤とかがね、ちょっと絵描く人じゃないと分かんないけど、骨盤がねこう上がったり下がったりするんですよ。それが楽しいんですよ。こうなって、あとこっちをこう手首をこうやった時にこっちが上がるとかね、そういうなんていうの、こう理論的な感じでこう描いていくところが楽しいんですよね。理論的に描くとああいうふうになるそれをちょっと誇張するとああいうふうになるんですよ。なんだ例えばなんだろうな、絵画講座でなるかもしれないですけど、こうなんかここでいいですかね、右足に体重かけてこうやるとね、左肩が下がったりとか、こっちの腰を上げるとこうなったりとかね、逆っていくんですよ。腰上がるとこっちの肩がグッて下がって、注意してみると分かるんですけど、人間の体がそこがね、なんかすごい不思議だなって思って絵にしていく時にそこが楽しいんですよね。あとこう関係ないけど、こう皮膚がねめくれたりするところも描くのも楽しいんですよね、実は。だから光一くんとかが本にされたりする時とかすっごい楽しいんですよ。あれグロいとかじゃなくて、なんかね理論的に描いてるからなんと思うんだよね。不思議なんですよ。あとこっちに曲がったらどうなるのかなとか絵だとこう可能なんですよ。そういうなんかそういうところがなんかだと思うんですよね。ポージングとかもあるかもしれないですけど、実際こうポージングご自分で撮られたりしてじゃあそれはしないですけど、じゃああれはホラー映画とロックの影響なんですよ。プログレッシブロックっていうのがあって、あとはホラー映画っていうのもまたあるんですけど、そこの中でこうシンセサイザーとかね、あとメロトロンっていう楽器があるんですけど、それの音とかトロロロロロンとかってなる感じがこの場面に欲しいと思うんですね。そうすると書くっていうか、チュイーンとかさ、あとキュインキュインキュインとかさ、ホラー映画でよく意味のない音が来るじゃないですか。あれがここに欲しいと思うんですよ。そういうところを文字にしてるのがそういう技法になってるんで、別に意識してないんです。自然とです。ほんとね、初めて僕に会う人はね、みんな露伴だと思ってくるからね、ちょっとね困るんですけどキャラクターで一回行こうかなと思ったこともあるんですけど、ちょっとあれはあれは僕の憧れなんで、ここで夢を壊すのは何なんですけど、ちょっと違うと思うんですね。みんなね、ほんとね、なんかビビって入ってくるんですよね、うちに。すいませんけど、はい、ここでちょっとキャラクターを変えさせていただきますけどそうですね、たまに違うもんとかちょっと食べてみたりはしますけど料理で食べられるっつったら食べますけど人間を否定しないっていうんですかね。否定しないってどういうことかっていうと、前向きに考えてる主人公がこれダメなんだろうなとかって悩まないんですよ。悩んじゃいけないっていうか、肯定的にいくんですよね。例えば自分が悪いことをしてる悪人がいても、そいつはその悪いことが俺にとっては大切なことなんだって悪いやつが一歩前に出てくる。そうすると正義の主人公はそれに対して打ち砕くっていう、
一歩ずつ前に出てきたら激突するじゃないですか。そこが面白いんですよね。で悪いことを考えてる人も俺その気持ちもわからんでもねえなみたいなってこう主人公がなった時にちょっとそれ面白くないと思うんですよ、少年漫画として。例えばキラーっていうキラーヨシカゲのキャラクターの時にやつは殺人鬼なんですけどそれなりになんか人を殺す動機っていうのがあったと思うんですよ。やっぱり子供の時のかわいそうな境遇だとか、あれはちょっとね母親との関係とかがあるんですけど、で父親がちょっと無視してたっていう設定があるんですけど、それ書くとねキラーがかわいそうになってくるんですよ。そうするとせっかくの強い悪役なのに丈介がそれに立ち向かってったらなんかお前ちょっとかわいそうだよなみたいな戦いになると思うんですよね。だけどキラーは俺はこれでいいんだみたいなガンって上に出てくるんですよ。それがいいんですよ。だから僕はキラーがものすごい好きで、子供の時辛いことあったかもしれないけど、まあ、殺人鬼として頑張ってくれっていつも思うんですよねあんまりこれ言えないですけど本当陰ながらね本当あれのファンなんですよだからそういうなんていうの肯定的にやるっていうのがジョジョのテーマなんですよね。人間参加ってそういうことなんですよね。人間を肯定するっていうんですか。でそこに戦いあるかもしれないけど、なんかそういうのがテーマなんですね。多分そうなんですよね。さっきも言ったけど本当なんか悪いやつがちょっと弱くなるとなんか話としてね絶対つまんないんですよ。人間世界にはそういうのあるかもしれないですけど、こういう漫画ではそっちが強い方がいいんですよね。だから多分揺るがないと思いますけど。ジョジョの奇妙な冒険ファントムブラッドはもう20年前にちょっと書いた作品で、なんかすごい懐かしいっていうかなんだろうな20年経ってねこうそういうのにされるっていうのは本当にねありがたいと思いますね。現在連載中のものがなるっていうよりもこう20年間認められてたんだなって思ったんですよね。ですからなんかそういうなんか感謝の意味を込めまして本当にありがとうございます。楽しんでやっていただきたいと思いますけどちゃんとゲームもいろいろチェックもしましたんで保証済みだと思いますんでよろしくお願いします。